イーロン・マスクさんが自身が立ち上げた AI 企業 XAI に対してテスラが出資するかどうかを株主に決めてもらおうという投資提案を準備しているようです。しかもこれは単なる構想ではなく2025年11月に予定されている年次株主総会で実際に投票される見込みです。テスラが XAI に出資するということは僕たちの車、そしてテスラの株にどう影響するのでしょうか。おはようございます。ケンです。この動画では今回の投資提案の背景やイーロン・マスクさんの真意、そして私たちオーナーや投資家にとってのメリットとリスク、これらを解説していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まず今回の話の中心にあるのがイーロン・マスクさんがテスラ株主に提案しようとしている XAI への出資です。XAI というのはイーロン・マスクさんが立ち上げた AI スタートアップで生成 AIグロックの開発を行っている企業です。このグロックはチャット GPT のような対話型 AI ですでに X に統合されており、ユーザーが投稿を要約したり、意見を聞いたりできるツールとして注目されています。そしてこの XAI は今年2025年3月に X 社そのものを買収しています。つまり今の X は XAI の子会社という位置づけになっているわけです。この背景を踏まえると、イーロン・マスクさんは XAI と X の両方を軸に添えたAI& ソーシャル戦略を本格的に進めているということがわかります。そんな中でイーロン・マスクさんはテスラから XAI への出資を提案しようとしているわけですが、これは当然ながらテスラ一社の判断では決められません。そこで登場するのが2025年11月6日に開催予定のテスラの年次株主総会です。ここで株主たちが賛成か反対かを投票で判断するという流れになっています。今回の出資提案にはいくつかの重要な背景があります。まず一つ目は、イーロン・マスクさんがこれまでにもテスラの資源や技術を自身が関わる他の企業に流用してきたという事実です。例えば2024年には AI のトレーニングに不可欠な NVIDIA の H100GPU をテスラよりも先に XAI や X 社に供給していたという報道がありました。この時、テスラの FSD、いわゆる完全自動運転の開発スピードが遅れたのではないかという懸念も一部で取り上げられています。つまり、イーロン・マスクさんの中では、企業間のリソース供給は当たり前という考え方があるわけです。そして二つ目の理由がテスラの資金力です。テスラは現在およそ160億ドル、つまり約2億円以上の手元資金を持っていると報じられています。この余剰資金をどう使うのかという議論の中で、イーロン・マスクさんは XAI に投資することで、テスラの AI 技術やサービスの進化を加速させたいと考えている可能性があります。とはいえ、この動きには賛否が分かれています。今回の XAI 出資提案がテスラの株主やオーナーにとってどんな影響をもたらすのか整理していく必要があるかなと思いますので、整理をしていこうと思います。まず最大のポイントは資金の使い道です。テスラは今非常に強い財務基盤を持っていますが、その資金を XAI に回すとなると、本来自動運転や車両開発に使われるべきリソースが一部削られる可能性も出てきます。この点に関しては、過去の NVIDIA の GPU 優先供給の事例と同様、テスラの本業に影響が出るのではないかという懸念があります。一方で、イーロン・マスクさんは XAI の生成 AI、グロックをテスラ社に統合する構想も進めていて、実際に昨日お伝えしましたが、アメリカの方では実装しました。つまり、今回の出資提案は、短期的にはリスクと唱える声もある一方で、中長期的には AI 強化による車の進化にもつながる可能性もあるという複雑な構図です。テスラ株主としては資金の移動が正しく経営戦略と連動しているかを見極めることが重要です。さらに株式構造にも注目すべきポイントがあります。現在、イーロン・マスクさんのテスラ株の保有比率は 25% 未満にとどまっています。ですが、XAI の出資を通じて XAI 株をテスラが持つことになれば、間接的にイーロン・マスクさんの影響力が強まるという見方も出ています。ここまでの流れを聞くと、もしかしてテスラと XAI って将来的に合併するのではないかと思われるかもしれません。しかし、この点については、イーロン・マスクさんは明確に否定しています。
テスラと XAI の合併は行わないと SNS 上で自らの言葉ではっきりと述べています。つまり、今回の動きは出資はするかもしれないけれども合併ではないというスタンスになります。これはテスラという上場企業と XAI という未上場のスタートアップを明確に切り分けて運営したいというイーロン・マスクさんの意図の表れとも言えます。とはいえ、両社の連携がますます強まっているのも事実です。実際 XAI はすでに X を買収していて、その上でスペース X から20億ドルの出資を受けていることも報じられています。こうした中で今度はテスラからの出資も加われば、イーロン・マスクさんの関わる企業群の中で AI 技術の中核が XAI に集約されていく構図が見えてきます。つまり合併はしないものの、実質的にはパートナー企業以上に密接な関係になる未来が近づいているのかもしれません。では、これからどんな動きに注目すべきなのか、ポイントを整理していきます。まず一つ目は、やはり年次株主総会です。2025年11月6日、テスラの株主たちは XAI の出資に対して賛成か反対かの判断を下すことになります。これは単なる投資の意思決定ではなく、テスラが今後どこに進むのか、その方向性にも大きく関わる投票になります。株主としては非常に重要な一票になるはずです。そしてもう一つ注目ポイントが、昨日イーロン・マスクさんが投稿しましたが、イーロン・マスクさんが予告している年内に実施する史上最もエピックなデモです。具体的な内容はまだ明らかにされていませんが、一部では次世代の新型ロードスターや FSD、AI ロボットオプティマスなどが披露されるんではないかという予測が出ています。もちろんこれはまだイーロン・マスクさんの発言ベースであり、公式情報ではありませんが、いずれにせよ大きな発表がある可能性が高いという点は押さえておきたいところです。この出資提案とデモ予告、どちらもテスラにとって今後の方向性を示す重要な動きです。株主として、あるいはオーナーとして、これらをどう捉えるのか、これが問われているように思います。今回の動画ではテスラと XAI の関係、そしてイーロン・マスクさんが仕掛けようとしている出資提案について詳しく解説してきました。単なる企業間の話に見えるかもしれませんが、この動きは僕たちテスラの株主やオーナーにとっても無関係ではありません。AI や技術の進化をどこまで受け入れ、どう資金が使われていくべきなのか、今後のテスラの未来を一緒に考える大きなテーマだと思います。11月の株主総会、そして年内に予定されている史上最もエピックなデモ、これから数ヶ月はテスラにとっても僕たちにとっても非常に重要な期間になりそうです。今回の出資提案について皆さんはどう感じられましたか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日はあまり変わっていなくて、現在314ドルとなっております。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。真夏の今、一番怖いものって何でしょうか？それは熱中症ではないでしょうか？冷房をガンガン使いたいんだけれども、電気代が気になる。冷風が苦手でクーラーを避けてしまう。その結果、室内でも熱中症になる人が後を絶ちません。実際に昨年は夜間に熱中症で救急搬送された人が総務省の統計では約10万人もいたそうです。驚きじゃないですか？でももし冷風がなくて電気代も抑えられて部屋中が快適に保たれる、そんな空調設備があったらちょっと気になりませんか？そしてそういった空調設備が実はあるんです。それがエコファクトリー社のエコウィンハイブリッドという次世代型の空調装置です。この装置は輻射熱っていう自然の原理を使って夏は涼しく冬は暖かくなるんです。実際に僕は体感しましたけれども、これは本当ね、ぜひ皆さんに体感してもらいたいと思います。そしてエコファクトリーの方にお願いして体感会を実施することになりました。まずは熊本の本社で7月の27日に行います。そして東京の支社で8月19日に行います。僕はどちらも参加予定です。東京の方では宿泊していくつもりなので、夜に懇親会もしようかなと思っています。
輻射熱は今の時期に体感するのがベストです。ぜひエコな快適空間、これをね、ご自身の体で感じてもらいたいなと思いますので、もしご都合がつく方、ぜひね、体感されてみてください。こういった装置があるのかって本当にね、感激するんじゃないかなと思いますので、ぜひ都合が合う方は僕と一緒に行きましょう。そして参加希望の方は僕の公式 LINE の方から問い合わせの方もよろしくお願いいたします。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。